どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、最近買い物はしていますでしょうか？自分はアクアリウムに関しては常にフルスロットルでお金を使っているんですが、それでも高額商品はチキって買えないことが多いです。日常の買い物は1円単位で気にしつつ、アクアリウム関連では値段を見ずにジャブジャブ使うと宣言してはいるんですが、やはり価格が高くなってくると考えちゃいます。特に ADA 製品とかだとうん万円することが多いので、おいそれと買うことはできないですよね。それでも最近ちょっとした野望があるので、少しずつ ADA 製品を買い揃えています。というわけで今回は、そんな野望の第一歩である購入品の紹介をしていこうと思います。久しぶりの実店舗購入品です。というわけで早速購入した品を紹介していきます。まずはこちら。ADA キューブガーデンの30センチキューブ水槽です。価格は7200円くらい。最近 ADA 関連の製品は軒並み値上がりしているんですが、その前に買ったかその後に買ったか忘れたんで、参考価格程度にお願いします。自分が購入した店舗は税込み価格が定価くらいになっているので、とても助かります。実はこの時初めて30センチキューブ水槽のキューブガーデンを購入したんです。もともと90センチ水槽と60センチ水槽は ADA の水槽で統一していたんですが、30センチキューブは小型だし安いやつでいいかと思ってました。なので現在30センチキューブ水槽はすべてジェックスやコトブキ、アクロなどの2000円台のもので揃えてます。ただ、やっぱり ADA のキューブガーデンを実際に使っていると見た目が全然違うし、何よりアクアリウムのモチベが超上がるので、小さめの水槽も ADA を使ってみたいなと思い始めたわけです。こうやって高めのブランドに全て揃えたくなる心理のことをディドロ効果と言うんですが、まんまとハマってますね。これからどんどんいろんな製品も ADA に侵食されていくかもしれません。ただ照明はおそらくウィークアクアのままです。そんな感じで ADA キューブガーデンの30センチサイズを購入したんですが、なぜこの水槽を買ったのかというと、とあるコンセプトのレイアウト水槽を立ち上げようと思ったからです。基本は行き当たりばったりでレイアウトしていくんですが、今回は明確なコンセプトを設け、少しでも計画的にやろうと意気込んでいます。そうは言いつつも構図などは考えておらず、ざっくりとしたイメージしかないんですが、何も考えずにレイアウトしていくよりかはマシということで勘弁してください。というわけで、今回の購入品はすべてそのコンセプト水槽を立ち上げようと意気込んで購入したものになります。ぜひ最後まで見てみてください。続いて紹介するのはこちら。ADA コーンウッドです。価格は1870円。これは ADA から販売されている流木で、ゴツゴツした質感に太い枝のような形状が特徴的な流木です。今まではブランチウッドなどの枝状流木ばかり買っていたんですが、この荒々しい見た目のホーンウッドに惹かれて衝動的に購入しました。結構重さもずっしりしてて、入れてすぐに沈んでくれそうです。ただ、それ以外で結構厄介なことがあることに気づくのはまた先の話。ADA の流木の中でもコーンウッドは人気な種類で、いくつか組み合わせることで幅広いレイアウトが可能です。60センチ水槽くらいであれば
複数使用して複雑な水形を作ることもできますが、30センチキューブでこの大きさのホーンウッドであれば、一つポンと置いておくだけでも結構様になりそうですよね。この M サイズのホーンウッドは1本の太い幹から2本枝分かれしている感じで、縦置きでも横置きでもそれなりにかっこよく見えそうです。アクアリストなら分かってくれると思うんですけど、こういう感じの流木って水槽に入れる前からそそられますよね。傍から見るとただの木に数千円使ってるやばいやつ扱いされがちですが、まあ人の趣味なんて得てしてそんなもんです。続いて紹介するのがこちら ADA ホーンウッドです。価格は2597円。こちらは先ほどよりも若干大きい ML サイズということで、価格も 1.5 倍くらいになりました。これもザ・ホーンウッドって感じでかっこいいですよね。というか、見てもらったらわかる通り、さっきのホーンウッドと似てます。自分は流木を購入するとき、どの流木と組み合わせるかで考えるのではなく、だいたい単体でビビッときたものを買うので、形が似てきちゃうんですよね。この流木はこんな感じで自立するのも得点高いです。うねった幹の部分から2本の太い枝が飛び出ているのはなんか武器みたいでかっちょいいです。質感もところどころひび割れのような感じになってて、中二心をくすぐりますね。なんとかして2つの流木を組み合わせようと頑張っていますが、このサイズの流木が2つ30センチキューブに入るかはわかりません。ということで、今回はホーンウッドを使用したレイアウトを組みたいと思って ADA の流木を2つ購入しました。続いて購入した商品を紹介していきます。何やらカップに入っている水草のようです。というわけで一つ目はこちら、ブセファランドラグリーンベルベットです。価格は2380円。これはよくあるアクアフルール社から販売されているポット売りのブセファランドラです。ブセの中では結構ポピュラーな種類で、どのショップにも安定的に入荷されています。高級なものになると1株数十万とかするブセ界隈ではだいぶリーズナブルですね。グリーンベルベットはブセの中でも結構明るい色をしており、こんな感じでウェーブがかった葉には若干葉脈が透けています。そこまで葉も硬くなく、かっこいいというよりは可愛い感じのブセですね。若干アヌビアスウェーブ味を感じますが、実際に見てみると結構違います。レイアウトに使いやすそうなブセで、価格もリーズナブルなので、初心者にもおすすめできる種類です。今回は店舗購入品ということで、株や葉がしっかりしているものを選んで購入しました。1ポット2380円って水草としては結構高い部類だと思いますが、ブセファランドラがこのサイズのポットに入っててこの値段は控えめに言って安いです。だいたい相場的には3000円前後くらいが多い気がします。確かチャームでも同じアクアフルール社のグリーンベルベットは2800円くらいしてたと思います。ギリ車で数時間かけて行けるショップが良心的で良かったです。続いて登場するのはまたしてもポットに入った水草です。というわけで2つ目はこちら、ブセファランドラ・ラマンダウです。価格は2380円。こちらも先ほどのブセと同様、アクアフルール社のメジャーなブセです。ラマンダウという名前は聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。ブセファランドラの中では結構丈夫な種類だという認識なんですが、その価格や入手性の良さに反して、ブセファランドラ特有の黒っぽい葉はとてもかっこいいです。先ほどのグリーンベルベット同様、
葉はウェーブしており、茎部分は若干赤みを帯びています。ポットから取り出しただけで黒の葉からラメが覗いており、ブセ好きにはたまらない種類です。若干葉先が溶けているところもありましたが、新芽もポツポツ出てきてて、ボリュームもしっかりしていたので購入。これが2380円で買えるんだからお買い得ですよね。続いて登場するのもポット入り水草です。というわけで3つ目がこちら。ブセファランドラティアです。価格は2380円。何度も紹介しすぎて恐縮なんですが、これも先ほどの2つ同様、アクアフルール社のブセファランドラです。ティアは先ほどの2つと違い、葉のウェーブ感は少なく、丸みを帯びた葉が特徴的です。ただ、その葉の形とは裏腹に、ブセ感はすごく、葉のツヤや黒っぽい見た目はたまらないです。見た感じ、新芽は明るい緑色をしており、成長するにつれて色の深みが増していく感じだと思います。先ほどの2つよりも葉は結構硬く、もしかしたら水上用寄りなのか、もともとティアが肉厚なのかのどちらかです。よく見てみるとキノコみたいなの生えてますね。まあ、ブセ自体は状態良さそうなので問題ないです。個人的にティアはポピュラーなブセの中でもクダガンの次に入るくらい好きな種類です。というわけで次が最後の紹介になります。続いて紹介するのはこちら。ブセファランドラビブリスです。価格は2380円。もうお分かりかと思いますが、アクアフルール社のポット入りブセです。これで大体のアクアフルール社のブセは手に入れた感じですね。まあ、他にも2種類くらいあるんですけど。このビブリスは先ほどの3つの中ではラマンダウに似ており、自分の感覚としてはウェーブ感や色味が酷似している気がします。ただ、こっちのビブリスの方がラマンダウよりも若干葉の大きさが小さい気がします。葉自体もシャープな印象で、小型水槽にも使えそうないいブセですね。というわけで今回購入した商品はこんな感じです。ここまでくればだいたいお分かりかとは思いますが、30センチキューブ水槽でやりたいレイアウト水槽のコンセプトはズバリコーンウッドを使ったブセ水槽です。最近ブセ熱が強く、レイアウトに使いたいと常々思っていたので、とりあえずコンパクトな30センチキューブ水槽で少ないブセである程度見栄えがするような感じに仕上げていきたいです。コーンウッドを選んだのもその関係で、ブセを大量に入手できない分、レイアウト素材のインパクトを前面に出して補おうという魂胆です。これからもどんどんブセは購入していくと思うので、そうなったら立ち上げる前にいろいろ方向性は変わってくるかもしれません。ただ、構図は全く決めていないので、コーンウッドブセ水槽というコンセプトさえあれば、大幅な路線変更はないと思います。ちなみに、ブセは今回購入したのが初めてではないのですが、基本的に自分はあまり高額なブセには興味がありません。選ぶ基準としては、水槽レイアウトに使用できるか否かなので、コレクション性よりもコスパが良くてかっこいいやつが好みです。まあ、興味がないと言いつつ、お金があれば買ってるんでしょうけどね。お金がないゆえに、酸っぱいブドウ理論で興味ないと言ってるだけなのかもしれません。というわけで、今回購入した商品の合計金額は21,187円です。品数は7個と少ないんですが、一つ一つが結構高額だったので2万円を超えてしまいました。どうしても近くにショップがないんで、寄ると爆買いしちゃうんですよね。毎回帰り道に若干後悔しながら運転しているんですが、帰って戦利品開けたらそんなもん吹っ飛んでます。まあ、
翌日以降に財布が軽くなってることに対してまたダメージ受けるんですけどね。そんな感じで家計に大打撃を食らいつつ、次の水槽立ち上げのための素材を購入していきました。ブセ水槽を立ち上げるなら、せっかくだから ADA の水槽をということで、水槽から奮発して購入したので気合は十分です。今後この計画がどうなるか気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。